恵子さん、今日はお仕事のはい合間にラジオ収録されるっていうことをお伺いしてるんですが、はいラジオはいつ頃から？ラジオのパーソナリティははい、もうかれこれ3年になるんですよ。ああ、そうなんですか。もうコロナの時もね、はい、ずっとやってたんですよ、遠隔で。はい、あんまりあの時は話す材料があってなって大変でしたけどね。そうですね。どのようなきっかけで始められたんですか？ラジオはですね、確か新しく、桜ラジオっていう、ラジオの番組をなさられるということで、それやはり5番街のいろんなこうエピソードとか、またニューヨークからそのファッションのインフォメーションとか、それとか何でもいいんですけど、その今の旬の、お話をしてもらいたいということで、パーソナリティは一緒にまさみりママさんっていう、ワシントンにいる、ファッションスペシャリストの、方と一緒に、いろんな対談して、そういう感じなんですよね。で、たまにはゲストもいらっしゃるんですよ。デヴィ夫人、お友達のデヴィ夫人もいらしたんですもんね。はい、あといろいろなね、ゲストの方もいろんな、ユリアン・レトリバーさんもいらしたし、松井和代さんとか、松井和代さんいらっしゃる。今話題のいろいろいらっしゃいましたね。松井和代さんは今ニューヨークに住んでらっしゃるって聞いてる。なんか先日いただいたんですけど、メールを、まだ今は日本にいらっしゃって、そうなんですか。帰られたのはちょうど3月になんか帰られたみたいですけどね。何かと話題の方もいろいろね、いらっしゃるみたいですけれども。そうですね。ニューヨークの素晴らしいところっていうのは、皆さんニューヨーク好きですよね。特にアンビシャスっていうか。アンビシャスの方はニューヨーク好きですよね。すごい分かれてて、ニューヨークってもう絶対嫌いっていう人と大好きっていう人がいて、なんか両極端なんですね。それがニューヨークなんですね。あんまり嫌いっていう人最近聞かないですけど、聞きます？ニューヨークに遊びに来るのはいいけれども、住むのはやっぱりタフなんで大変っていうことで、住むっていうことにはちょっと嫌だなって思ってらっしゃる方もいますよね。なるほどね。でも本当にいろんな方がニューヨークいらっしゃるんで、やっぱりこうゲストに呼んでもなんか話題のある方ばっかりですよね。そうですね。その辺のところはニューヨークに住んでるっていうことでは、なんか種がなくなるってことはないんで。ネタですね。そうネタですよ。ネタがなくなるってことがないので、そうです。種はかけどなんですよ。今日ゲストの方もワインのなんかスペシャリストの方だって。そうなんです。後ほどねそうです。渡辺純子さんも長い間ニューヨークにいらっしゃる方のお一人で、一度1回日本にお帰りになってまたお戻りになられたんですけど、10年間クリスティにいて、とてもね、日本の女性はたくさん頑張ってらっしゃいますよね。そうですよね。で、特に恵子さんワインお好きだから、やっぱりそのいろんなワインの話って好き嫌いですよね。本当に勉強になりますし、やはりワインのいいのはもちろんなんていうの、健康にもいいっていうのあるじゃないですか。女性の場合は特にポリフェノールがあるので、どうせ飲むんだったら健康にもってなりますよね。どうせ飲むならば。そうね。やっぱりおしゃれですよね、ワインは。焼酎とかいうより。恵子さんワインをこう選ばれるときにどういうふうにレッドがほらいつもお好きじゃないですか。そうです。もう決まったのをこう注文されるんですか？それともいろいろですね。でもアメリカにいるときは割とカリフォルニアのワインとか、どちらかっていうとレストランではリーズナブルのワインを頼むっていう感じで。で、自宅にいるときにいいワインを飲むっていう。レストランなんて3倍から4倍ですから。そうですよね。ですから逆に言うとワインをよく知ってらっしゃる方は、レストランに行くときにはソースのワインを頼んで、で自分のところではこういいワインを飲むっていうか。勉強になりますね、それはね。なんて言っても3倍から4倍。そうですよね。レストランやってましたのね。そうですよね。恵子さんレストランもやってらしたからご存知ですよね。そうですね。ですからでもやはりワインっていうのはなんとなくこう
雰囲気を良くしてくれますよね。はい。まあ女性であるんであれば、なんか何します？私焼酎に水割りとかいうよりもやっぱり私ワインでピナノワータリーなんて言った方がなんかかっこいい形する場合はあるんじゃないですかね。まあ、私はピナノはあんまり好きじゃないんですけど、まあ、とりあえず。でも先ほどロゼがねすごくなんか最近トレンドっておっしゃってましたよね。そうですね。ロゼちょっと意外ですよね。そう思いました。だから最近のことなんでしょうね。ちょっと前まではロゼってなんかちょっと安いイメージって。そうですよね。それとやはりシャンペーンじゃなくて、最近はプロセッコも頼む方多くなりましたね。ちょっと甘かったりしますか。でちょっとプロセッコっていうとやっぱりちょっと格がドドドッと下がる感じだったんですけど、今はなんかそういうことを感じなくオーダーなさられる方も多いですよね。だからいいことだと思います。服とかと一緒でちょっとカジュアル化がいろんな意味で進んでるのかもしれない。そうかもしれないですね。だから逆に言えば全て世界がエッジになってません？なんかすごくいいものか、すごくリーズナブルかっていうことね。例えばレストランも昔はこう中くらいのレストランってちょっと値段もそこそこな感じで高くもなく安くもなくっていうのがありましたけど、今はそれがだんだんとなんかすごくいいものかもうちょっと手軽にキャジュアルにいけるっていう、なんか真ん中のところがなんとなくなくなってきたような気がします。そうですね。そうあると思いますね。で多分ファッションでもみんなそうなんですよね。そうですね。二極化を完全にしてきてるってことですね。でどうせ買うのならいいもの、やっぱりブランドでいいものをお買いになりたいとか、そしたらずっと長くも持てるしと、あとは、まあ別に使い捨てみたいにして、別になんかファッションでもあんまり今年着たらいいなみたいなものとなんか極端ですよね。そうですね。シーズンごとのなんかこう新作を求めるのか、それともハイブランドのものを買うのか。ちょっと気になるんですけど、恵子さんの上にほら絵が飾られて、これ恵子さんですよね。30年前の私だからね。30年前。これご自身のお車ですか。そうなんですね。これは確か私が昔乗ってた車なんですよ。やはりでも考えてみたらその時もシャネル。やっぱりその頃からなんかシャネルが好きだったんですね。そうですね。シャネルって書いてありますよね。車は何ですかこれ。これはね赤いポルシェだったっていうような気がします。ポルシェ運転してらしたんですか。さすがですよね。あとフィアットだったかな、赤いのは好きだったんでポルシェとフィアットがあったんで、なんか小さい車でしたね。まだ来た当時。ポルシェはスポーツカーですよね。そうです。2人乗りですよね。そうです。そうです。でもあれクッションが良くないので、でもなんかまあビジネスを、これはねうちの主人がシルビア・パパスさんっていう方に頼んで書いてくださったんですよ。シルビア・パパスさんって有名なイタリアのアーティストで、こういうふうなちょっと独特ですよね。表紙をちょっと見せていただきます。パパスって書いてあ、そうですね。画風がなんか絵と通じますよね。赤い車があって、でサインがねここにもパパスって書いてありますけどね。こっちの後ろに出てるのは、ロッキーさんの娘さんのデボンと、それとケイト・モス。ケイト・モスとデボン・青木。そうです。これはそうですね。で同じ彼女はこの2人の絵もたくさん描いてますよ。素敵ですよね。でなんかこういう風な感じで、これもなんかなんかデボン気に入って、この頃は彼女もとてもモデルとして活躍してたので。そうですよね。それこそシャネルだとかプラダだとかなんか。そうですそうです。パリコレとかにも出てらっしゃいました。そうですね。これはナオミ・キャンベルさんですね。多分。なるほど。そういうなんかファッション的な感じで、彼も彼女も赤が好きですよね。こうやって見ると、これはキャッツ。うまくその赤を使ってらっしゃる。そうですね。恵子さんもそうですけどね。うまく赤を。そうですね。必ずどっかに赤入れてますね。なんか私もこの人の影響でしょうかね。なんか赤いつも。でもその頃から恵子さん車も赤だったっておっしゃってますし、だからもともとねそんなところが終わりになって、そうですね。だからロッキーさんがそのパパスさんを選んで恵子さんを書いていただいたっていうのは、ロッキーさんそこでこうちゃんとうまく。彼はね私と違ってすごくアートが好きでしたね。私はアートが嫌いじゃないんですけど、ロッキーさんみたいにコレクターではなかったの
で、そうですね。美しいものが好きだったんですよ、そのアート。なんか例えばマイセンとかなんか全然イメージに違うじゃないですか。はい、でもそれ好きでしたね。まあですけど逆のものを求めるっていうそんなことロッキーさんのお写真もここにおありになりますよ、恵子さん。ちょっと、はい、こうロッキーさん、これおいくつぐらいの時なんですか、恵子さんとロッキーさん。すごく仲良しそうじゃないですか。これ結婚したてですよ。もう2年ぐらいですよ。この後は全然違いますよ。もう一番いい時。なんか幸せそうな顔してますよね。20年とかですよ。いやもっと前ですよ。あ、もっと前ですか。もちろん前ですよ。30年ぐらい前ですよ。ちょうど。あ、じゃあちょうどその絵をそうです。そうです。でこの辺がなんか一番いい時みたいな。これなんかビートルズのジョン・レノンとかのちょっと似た感じの作風ですよね、この写真。実はですね、この写真ってロッキーさんの撮影だったんですよ。で、私はなんかスタイリストみたいに横にいたんですよ。そしてロッキーさんがメインだったんですけど、ケイコって呼んだから私が「やだ!」とか言って「ケイコ!」って言ってこう呼んで、こうやって肩をこう抱いた時にパチッとそのカメラ撮影してくれてた写真家の方が撮ってくださったんですけど、なんかすごくですからなんか自然に撮れてる。すごくなんかジョン・レノンと小野陽子さんのなんか写真こんな感じですよね。同じ人が撮ったの。あちらもね、なんかご主人が早く亡くなるので、なんかそこも共通ですけど。そうですね。でもロッキーさんといえばやっぱりこう起業家でありながら冒険家っていうのを、そうですね。なんかパイオニアの方でしたよね。そうですね。まあ冒険家でもあり、まあビジネス面でもあり、そしてまあアスリートですよね。そうですね。とてもユニークっていう言葉にぴったりでしたね。そうですね。だから今よく言われたバージンエアですか、リチャード・ブロンソン。リチャード・ブロンソンとかも、自分の真似してるって。そうだってみんなアメリカ的にもみんなそう言いますよ。ロッキーさんが最初にそういうこう冒険的なことを起業家としておやりになって、その後をこう真似される方が次々出てきた。ね、まあそういう意味ではまあ。私もいろいろありましたけれども、でもいろんな言葉をね、いろんなこともなんか経験させていただいたので、まあなんていうの、ワイフとしてっていうよりも、まあ人間としてとてもまあ勉強したことが多かったと思います。あんまりね、一般的に言うワイフを彼は求めてはなかったですね。だから日本的なワイフで、そうですそうです。良妻賢母的な方ではなく、なんかアメリカ的なワイフはほらパートナーみたいな。そう、奥様じゃないですよ。奥にしまってないっていうか。そうですよね。ね、奥じゃなくて外っていう感じで。だからそちらでもうちょっといろんなことをまあお互いにこう相談したりとか。私とロッキーさんって面白くて、例えば道歩いてるじゃないですか。そうするとなんかお店がもうなんかクローズしてるとこあるじゃないですか。そうすると彼が私にさ「ねえ君、もしさ君がこのお店やるんだったら何やる?」その夫婦の会話がそんな感じで「そうね、私だったらそうここでなんかテイクアウトのコーヒーショップかな」とかって言って「No no 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 it's no good」とかってね。で結局僕だったらここはクリーニング屋がいいよとか言って「クリーニング屋なんかダメよ」とか言いながらまあそういうような会話をしてたので、っていうことはやはりちょっと普通のね、ハズバンドワイフとは違ってたかもしれないですね。もうなんかお友達じゃないんですけど、やっぱこうお互い切磋琢磨をしてお互いをこう磨き合うというか、ジョージ・クルーニーと奥さんみたいなそんな感じですよね。ああそうですか。彼女もあれですよね。なんていうの、ビジネスパーソンでロイヤー弁護士です。確かにいろいろとロイヤーさんっていろいろいいですよね。まあアメリカでは助けになると思います。すごい助けになりますよね。ロイヤーさん。まあちょっとそこが日本の男性とちょっと日本のまあよく言われているワイフ&ハズバンドの関係とはちょっとアメリカは違うかもしれないですね。違うかもしれないですね。まあそういう方もいますけどね。
広い国ですか？そうです。そういう方もいらっしゃいますけど、全体的な割合っていうか、女性に対してっていうか、ワイフに求める、はい、ワイフに求めるその形っていうのがちょっと違いますよね。でアメリカの男性っていうのは、割と女性に仕事をさせようとする人の方が結構多いじゃないですか。なんか日本みたいになんか君は何もしなくていいよっていうのは奥にいて、自分の子育てと僕の世話だけしてくればいいよっていうよりも、なんかもうちょっと働いた方がやっぱり社会に対しても貢献できるし、なんかどっちかっていうとこう押すっていうか、やっぱり刺激になるというか、カンバセーションがね。やっぱり退屈じゃないですか、同じことばっかり言われたら。やっぱりそれよりもやっぱり何かこう社会に参加をしてて、そこで切磋琢磨されてて、ある意味では男性も成熟してるのかもしれないですね。すみません、得意な言葉が出る。日本の女性はドルとか日本の男性はドルじゃなくて円と、で日本の、女性は世界に通用しますけど、日本の男性はドメスティックで、国内ですか？国内だけで。すいません。また、稽古語録が出てしまいました。わかりました。まあ今日お忙しいでしょうから、この後もうラジオ撮られたんですよね。はい、撮りました。じゃあラジオを撮られた後でいろいろラジオのこととか、まあお仕事中のこととかお伺いしてきました。はい、ありがとうございます。こちらこそ。はい。